こんにちは、コスプレイヤーの逆だよ。今回は汎用の夜叉姫に登場するとわの刀、菊十文字を作ってみました。菊十文字ですが、普段は刃が折れているのですが、敵と戦うときは揚力を込めてこのように伸ばした状態になって戦います。ここにスイッチがあって、このスイッチを押すと光るように今回は仕上げてみました。それでは早速作り方に行ってみましょう。まずは刃を切り出します。ホームセンターで買ってきた透明のプラスチックの板を切り出していきます。ハサミを使って切り出すと切りやすいです。このように2枚切り出し終わりました。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、Amazon や楽天などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄で型紙のリンクや COS ボードの販売店を詳しくまとめてます。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどで代用できます。まずは刃の芯を作ります。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。中身は鉄の棒が入っててとても丈夫です。切った棒を型紙にあてがいながら曲げていきます。机の角に押し当てると簡単に曲がります。刃の上にさっきの棒を貼り付けます。貼り付け位置がわかるように刃を型紙の上に置いて貼り付けています。ネット通販で買った車のドレスアップ用の LED テープを使って電飾します。こちらは 12V の電池をつなぐだけで発光します。12V の電池はホームセンターで売ってます。程よい長さにカットしてしまいます。棒の両端にボンド G17 を使って LED テープを貼り付けていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で売ってます。テープはシール状になっているので単体でも付けられるのですが、ちょっと粘着力が弱いので、ボンドで付けています。ここまで来たらもう一枚の刃を瞬間接着剤で貼り合わせます。刃の両端をボンド G クリアという先ほど使ったボンド G17 の透明バージョンで貼り合わせていきます。ボンド G17 だと黄色い色が残ってしまいそうなので、ボンド G クリアを採用しました。こちらはホームセンターで売っている商品となります。補強のために刃の端に瞬間接着剤を塗り込んでいきます。たっぷり塗ってこぼれた分は布で拭き取っていきます。ひとまず現状はこのようになっております。リード線と電池ボックスをハンダ付けしていきます。ハンダゴテはホームセンターで売っています。電子工作系のパーツは専門店があるのでそういったところで買ってきているのですが、ネット通販でも売ってます。そういった電子工作系の専門店のネット通販店をサイトにまとめてますので、サイトもよければご覧ください。ハンダ付けが終わったので試しに電池を入れてテストします。どうかな？バッチリ！逆ヨガ、犬夜叉の鉄彩画の動画や、トワの刀の刃が折れている状態のバージョンもあります。よろしければこの動画の後にご覧ください。つばを組み立てます。まずは3枚あるパーツを瞬間接着剤で接着します。瞬間接着剤をよく使いますが、瞬間接着剤は100均ので OK だよ。つばの根元の広がったビーム状のパーツを組み上げます。こちらはプラスチックの板から切り出したパーツですので、ボンド G クリアで接着します。先ほどまで組み上げた2つのパーツを瞬間接着剤で貼り合わせます。そして刃の棒部分に通します。端を瞬間接着剤で接着します。LED テープを内側に巻きながら接着していきます。少しやりづらい作業ですので、じっくりと焦らずやってみてください。つばに小さな穴を一つ開けておきます。そして先ほど開けた穴からリード線を通して外に出します。LED テープやパーツが外れてこないようにグルーガンを塗り付けて補強しておきます。グルーガンは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売ってます。現状こんな感じです。次は塚を作ります。まずは2枚あるパーツを接着します。
そしてグルーガンを使って本体へと接着します。その上からパーツをもう1枚接着して蓋をします。角バッタもあるとおかしいので角をカッターナイフで削ぎ落としてしまいます。両端にパーツを1枚ずつ接着します。これにて組み立てが完了です。次は塗装に行くよー。プラスチックの部分やリード線は塗装したくないのでマスキングテープで保護しておきます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらラッカースプレーで黒や灰色をベースカラーとして塗っておきます。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。つばや柄の両端を金色に塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。次は刃を塗るためにつばの部分をマスキングしてしまいます。刃をエアブラシで白く塗っていきます。これはスプレーだと一気に塗りすぎちゃうので、ちょっと難しいかもしれないですね。スプレーでやるときは、ほんのりと、ほんの少しずつやってってみてください。刃の端の方をほんのりと青で塗っていきます。柄を塗るために両端をマスキングします。そして柄本体を白く塗り上げます。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。柄に平たい紐を巻いていきます。手芸店で4メートル買いました。平たい紐なら何でも OK です。ずれてこないように巻きながらところどころグルーガンで接着してます。詳しい巻き方は過去にアップした2本との動画を参考にしてください。説明欄にリンクを貼っておきます。リード線の先端に電子工作専門店で買ってきたスイッチをハンダ付けしてしまいます。押している間だけオンになるスイッチをハンダ付けします。このままだとチューブラリンで邪魔なのでグルーガンで接着しておきます。これにて刀は完成です。全長は103センチ、重量は 280g となります。中に鉄の棒が入っているので丈夫です。雑魚妖怪ぐらいならあなたも倒せるかもしれないですね。司教を倒せるかどうかはあなたの腕次第。逆ヨガ。動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。このスプレーを使うと接着が非常に早くなり、こういった接着しがたい箇所も楽に接着できます。ホームセンターの接着剤売り場にあります。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。引き続き端と端を接着します。ここもアルテコスプレーを使います。こういった箇所の接着が本当に楽になるので、ぜひ皆さんも一度試してみてください。最後に鞘の両端に細かなパーツを順次接着していきます。これにて鞘の組み立ては完了。次は塗装だよ。刀と同じ手順で塗装します。造形ベースを塗ってラッカースプレーで真っ黒に塗って両端を金色に塗ります。手芸店で買ってきた平たい紐を5本切り出します。それをグルーガンで接着していきます。これにて全ての作業が完了です。鞘の全長は80センチ、重量は 70g となっております。一通り作るのにかかった制作時間は9時間、材料費は3000円となっております。質問があればコメントでお気軽に書いてくださいね。というわけで今回は汎用の夜叉姫からとわの刀でした。汎用の夜叉姫はコナンの一つ前の時間にやってます。コナンを見る君、汎用の夜叉姫も流れで見るんだ。犬夜叉を知らなくてもいいから見るんだ。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。